皆さんこんにちは。数学のセカンドオピニオンです。今日は二重混合の話をしていきます。二重混合というのは見ての通りルートの中にさらにルートを含んだ形です。この二重混合どんな時でも外せるというわけではないのですが、ホワイトボードの P と Q、これ2つの数なんですけれども、この2つの数の間にある特定の関係があるときは外すことができるというわけです。ではまず原理から確認していきましょう。下の式から上へと遡ります。ルート、ルート p プラスルート q、閉じて2乗。これを展開すると、ルート、p プラス q 足す2ルート pq という形になります。今ここで p や q は正の数だと思っていてください。今度は下の式に別の変形を加えましょう。ルートの a2 乗というものについて考えます。a というのが0以上の値を持っているときには中身をそのまま取り出して a。a がマイナスの値を持っているときにはそのマイナスの値 a にもう一度マイナスをかけてやってマイナスの a という形で処理してやります。数字を当てはめながら考えてみましょう。ルートの5の2乗であればこれはルートの25となり5のことになります。これは5という数が正の値なのでそのまま引っ張り出して5にしてよいということになります。ところがルートマイナス3の2乗について考えてみます。これルート9となりルートを外すと3になります。マイナス3が3になってしまったのでこれはそのまま引っ張り出すことはできません。負の値を持っているマイナス3にもう一度マイナスをかけてプラスの3にして取り出すという処理になります。よろしいでしょうか。では左の式について考えてみましょう。ルート p はプラスの数、ルート q もプラスの数。これを足し合わせるとプラスの数、括弧の中はプラスになります。プラスの数だったら2乗とルートが打ち消し合ってそのまま中身が出てきますから、ルート p プラスルート q の形になります。この一番上の式と一番下の式をつなぎ合わせると二重混合を外す公式というものが出てきます。ではこの公式を使って問題を一つやってみましょう。では括弧1番ルート4プラス2ルート3、この二重混合を外せという問題です。先ほどの公式に当てはめてみましょう。2つの数 p と q がありp と q を足すと4になる。p と q をかけると3になる。そういう関係が成り立ちます。では、そのような p と q、何と何でしょうか。考えてみてください。かけて3の方から考えると考えやすいですね。答えは3と1の組み合わせです。ルート、ルート3プラスルート1の2乗と頭の中で考えて、ルート3プラス1としてください。ルート1はそのままにせず、ただの1に直すことを忘れずにやってください。で、中にはルート3とルート1の順番ではなく、ルート1とルート3と考えて、この答えを1プラスルート3とした人もいると思います。それに関しても、足し算であれば、これは何の問題もありません。完全に丸となります。では、引き算の場合はどうでしょうか。括弧2番、ルート5マイナス2ルート6、この二重混合を外せという問題です。できそうな人はここで一旦動画を止めてください。かけて6になる、足すと5になる2つの数を考えてやればいいですね。そうすると、ルート3とルート2を思い浮かべて、真ん中の式です。ルート、ルート3マイナスルート2、閉じて2乗。これを経由した後で、ルート3マイナスルート2となります。今度はルート外せるものがないですから、ルート3マイナスルート2が最終形ということになります。一方、この逆順にした人はどうなるでしょ
これを逆の順番でルート2マイナスルート3と書いた人はどうなるでしょう。残念ながらこれは×になります。理由についてはまず符号について考えてみましょう。問題文ルート5マイナス2ルート6というのはルートの何とかという形をしているのでプラスの値を持っているということになります。一方右側の下ルート2マイナスルート3、答えの方はというとルート2とルート3ではルート3の方が大きい数ですから小さい数から大きい数を引いてマイナスの数になってしまうということになります。問題文は正の数、答えは負の数。この2つが等しいというのはおかしいですね。もう少し厳密に説明しましょう。ルート a2 乗というのは a、中身がマイナスの時にはそのマイナスのついたものにもう一度マイナスをつけてプラスにしないと2乗とルートを相殺することができないのでした。なので先ほどの問題ルート2マイナスルート3と考えた人はそのマイナスの値にもう一度マイナスをつけてマイナスカッコルート2マイナスルート3カッコ閉じという形を作ってください。このカッコ外しをするとマイナスルート2プラスルート3となり真ん中の答えと同じものになります。よろしいでしょうか。以上の点を踏まえて公式を再確認しましょう。真ん中の式をスタート地点としてください。ルートのカッコルート p プラスマイナスルート q の2乗というのは展開すると上の形ルートのカッコ p プラス q カッコ閉じてプラスマイナス2ルート pq でルートの a の2乗がどうなるかというのを考えるとルート p プラスマイナスルート q という形になります。ただし先ほどとちょっと条件が変わって p 大なり q 大なり0という条件がついています。足し算の場合にはどちらの順でもいいんですが引き算の場合には p、q が大きい順になっていないと答えが間違いになってしまうというところに気をつけてください。ではこれらの点を踏まえながら応用問題を考えていきましょう。括弧3番です。ルート8プラス4ルート3。この二重根を外せという問題です。で、まず何も考えずにかけて3になる、足すと8になる数、そんな数あるのかなと考えてみます。でもないですよね。そもそもルートの中が8プラス4ルート3だと先ほどの公式が使えないということになります。そこで公式が使えるように操作してやりましょう。4ルート3というのは 4× ルート3のこと。この4を 2×2 に直した後、さらに片っぽの2をルート4と書き換えてやります。そうすると 2× ルート12となり、問題文はルート8プラス2ルート12と書き換えることができます。こうなればかけて12足すと8になる2つの数を探せばよいという話になるので6と2の組み合わせということになります。ルートルート6プラスルート2といて2乗の形を頭の中に思い浮かべてルート6プラスルート2が最後の答えとなります。これは足し算なんでルート2プラスルート6の順番ではもちろん OK なんですが引き算の時にうっかりミスをしてしまう可能性があるので足し算の時から大きい順に括弧をつけておくと良いでしょう。では今日最後の問題です。難易度高めです。頑張りましょう。ルート4マイナスルート15、この二重根を外せという問題です。この問題でネックになるのはルート15の前に2がないということ。その2をどうやって作り出すかが鍵になります。4プラスルート15を1分の4プラスルート15という分数に置き換えて分母分子に2をかけて通分してやります。そうすると2分の
8-2ルート15という形となり、ルート15の前に2がついた形となりました。分数のルートは分母と分子に切り分けることができるので、ルート2分のルート8-2ルート15となり、分子の部分を二重混合外しの技を使えばよいということになります。かけて15足すと8になる2つの数を考えてみてください。今度は引き算なんで大きい順に並べることを忘れないようにしましょう。そうすると、ルート2分のルート5マイナスルート3となりますが、ここで終わらせてしまうと、テストの時は減点となる可能性があります。分母の有理化を忘れずに行ってください。最終的な答えは2分のルート10マイナスルート6となります。ここまでたどり着いた人、頑張りました。今日の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。このような教え方が皆さんの学び方に波長が合うということであれば、チャンネル登録の上、次の動画をお待ちください。次は絶対値を含んだ方程式不等式について考える予定です。では次の動画でお会いしましょう。